おはようございます。ケンです。今日はテスラオーナーの方、そしてテスラ株ホルダーの方にとって絶対に見逃せない重要なニュースをお届けします。テスラの販売がヨーロッパで激減したって聞くと不安になりますよね。でもその一方で株価は今日なぜか上昇しているんです。この矛盾気になりませんか？今日はそんななぜ売れていないのに株価が上がるのかという疑問に対して7つの最新情報をもとに分かりやすく丁寧に解説をしていきます。最後にはこれからのテスラをどう見たらいいのか、オーナーや投資家としての視点も含めてお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に押さえておきたいのは、テスラが現在ヨーロッパで直面している厳しい現実です。2025年4月、テスラのヨーロッパにおける販売台数は前年同月と比べて 49% も減少しました。これは CNBC など複数のメディアが本日紹介しております。特に注目すべきなのは、ヨーロッパの EV 市場全体はむしろ成長しているという点です。つまり市場そのものは拡大しているのに、テスラだけが売れていないというかなり深刻な状況なんです。さらに販売シェアも 1.3% から 0.7% へと大きく落ち込みました。これは一時的な不調ではなく、構造的な課題を抱えている可能性があります。では、なぜテスラはヨーロッパでこれほどまでに売れなくなってしまったのでしょうか？その背景には、イーロン・マスクさんの発言や姿勢が大きく関係していると指摘されています。具体的には、イーロン・マスクさんが極右政党 AfD の支持を表明したことが、ドイツをはじめとする欧州各国で波紋を呼んでいます。こうした政治的スタンスが消費者の信頼やブランドイメージに悪影響を及ぼしているんです。ヨーロッパでは企業の社会的責任や政治的中立性が重視される傾向があります。そのため企業のトップの言動が製品の購買行動に直結しやすい文化と言えます。テスラはこれまで革新性や持続可能性の象徴として支持されてきましたが、今回の件で買いたいブランドから外れてしまった人も多いかもしれません。こうした信頼への揺らぎが販売台数の急減につながっていると考えられています。ここまで聞くと、売れてないのになんで株価が上がっているのと疑問に思うと思います。実は投資家がポジティブに受け止めた複数の材料があるんです。まず一つ目は、イーロン・マスクさんが政治的な活動から距離を取り、テスラの経営に再び注力をすることを示したことです。これが多くの投資家にとって安心材料になりました。二つ目は、テスラが計画しているロボタクシーサービスの開始です。2025年6月、テキサス州オースティンで限定的に運用を始めるとされており、初期段階ではモデル Y を使用し、遠隔体制も整備されています。そして三つ目は、アメリカ政府が EU 製品に対する関税の導入を延期したという動きです。それも市場の不安感を和らげ、株価を押し上げる要因となりました。このように短期的な販売不振により、中長期の成長戦略や経営スタンスの改善に期待が集まっていることが株価上昇の背景にあります。では、テスラは具体的にどのような未来戦略を描いているのか、テスラが今本気で力を入れているのが完全自動運転、いわゆる FSD の進化です。その取り組みがいよいよ現実のものになりつつあります。2024年の春、FSD はベータ版のラベルが外され、FSD スーパーバイズドとして正式運用へと進化しました。これは AI がアクセルやブレーキを踏む操作をエンドツーエンドで制御する仕組みに移行したという意味です。そして次のステップがFSD のアンスーパーバイズド、つまり人間の監視なしで走行可能なレベルです。現在カリフォルニア州やテキサス州で安全ドライバー付きでの実証実験が行われています。さらに注目なのがテレオペレーターとハブの導入です。テレオペレーターっていうのはロボタクシーが想定外の状況に遭遇した時に遠隔から人が操作をして対応する仕組みです。これにより安全性と実用性を両立させる狙いがあります。
一方、ハブはロボタクシーのメンテナンスや充電、清掃などを行う拠点です。都市部にハブを配置することで、ロボタクシーの運用の効率化を図ろうとしています。また、こうした FSD 開発を支えるのが、テスラ独自のスーパーコンピューター、道場、そしてギガテキサスに設置された Cortex-1、Cortex-2 です。これらは FSD の学習速度と精度を一気に引き上げる役割を果たしており、テスラが AI 企業として進化していることを象徴しています。このようにテスラが未来を描いている一方で、その道を全力で追いかけているライバル企業たちも今、急速に存在感を増しています。中でも注目すべきは、中国初の自動運転企業、ポニー AI と未来学者、レイ・カーツワイルさんが率いるビヨンド・イマジネーションです。まずはポニー AI。この企業はドバイの交通当局と覚書を締結し、同市でロボタクシー事業を展開する計画を発表しました。ドバイは2030年までに移動手段の 25% を自動運転にすると公表しており、そこにポニー AI が本格参入する形です。しかもポニー AI は中国、アメリカ、韓国、ルクセンブルクといった複数の国ですでにロボタクシー事業を展開しています。まさに国際的な勢力としてテスラの前を走ろうとしている企業の一つです。そしてもう一つの注目株がレイ・カーツワイルさんのビヨンド・イマジネーション。この企業は AI 搭載の人型ロボット開発のために1億ドルの資金を調達したことが報じられました。医療や介護、製造業などへの応用を視野に入れており、テスラのオプティマスとは異なるアプローチながらも AI とロボティクス分野で確実に競合する存在です。このようにテスラが注力する未来領域には、すでに複数の強力なライバルが次々と現れています。今後この競争は激化していくと思います。では、ここまでテスラを取り巻く最新の動きをお伝えしてきました。販売不振、ブランドイメージの揺らぎ、そして株価の上昇。この一見矛盾する現象の裏側には、テスラの未来にかける姿勢っていうのがはっきりと見えるのではないでしょうか。オーナーの立場から見れば、この車は本当に将来の価値があるのかと気になる方もいらっしゃるかもしれません。しかし FSD やロボタクシー戦略、そして AI を軸にした構造改革が進められている今、テスラはただの自動車メーカーではなく未来の移動インフラを目指していると言えます。投資家の立場から見てみた場合には短期的な数字だけで判断が難しい局面です。販売台数が落ちている今だからこそ将来の事業モデルや競争力がどのように評価されるのか、これが問われています。そして競合もどんどん進化しています。それでもテスラはテクノロジーとビジョンで先行しようとしている。この構図をどう捉えるのかっていうのは僕たち一人一人の目にかかっているかもしれません。皆さんは今回のニュースどう感じられましたか？テスラはこのまま突き進むと思いますか？それとも今が転換点なのか？ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は大きく上昇し360ドルを超えてきました。さあ、この流れが続いていくのか、皆さんと一緒に追っていきたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。メンバーシップの案内です。僕のメンバーシップでは月に1回座談会っていうのを Zoom で行っています。この座談会ではテスラに関していろいろと情報交換をしています。テスラ株ホルダーの方、テスラオーナーの方が参加し、その時のテスラのことをいろいろと話しています。僕のメンバーシップには2つランクがありまして、ベーシックとスタンダードです。ベーシックは座談会の参加が可能です。スタンダードの方にはそれにプラスして別途 LINE のオープンチャットを用意しております。そこでメンバーさん同士でのやり取りっていうのができます。また、先日の座談会でテスラ株投資の中期戦略っていうのが話題になりました。テスラに関しては株価の上下がはっきりしているので、中期で取り組むのもありじゃないかっていう話です。結構話が盛り上がりまして、
実際にやってみることにしました。その情報などをメンバーの方と今後共有したいと思っています。ぜひテスラのことをいろいろと話したいんだけど、話せる人が周りにいないって方はメンバーシップに参加されてください。月に1回いろいろとお話をしていきましょう。スタンダードの場合は LINE でもいろいろと情報交換をしていきますので、今後その中期戦略、実際にどうなっていくのか、これをね、いろいろとシェアしていけたらと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。